ひなひなひやっほーひなだよ。今日はちょっといつものお部屋を出て Vlog 風です。ということで今回来ているのはこちらアスキーラボスタジオというところに来たんだけど、ラボってことは研究所みたいな感じかな。とりあえず入ってみよう。お邪魔します。よいしょよいしょ。お、すごい見て。なんか研究所って感じよりなんかこうオフィスみたいな綺麗な広いお部屋。待って、なんかいるんですけど。あれ、こんにちは。いらっしゃい。お邪魔してます。いらっしゃい。どうぞどうぞ。すいません、ちょっと勝手にお邪魔してしまいました。どうぞひなです。自サトラ一平です。自サトラこんにちは。一平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その可愛い被り物、あ、これですか。なんですか。これ虎なんですけども。はい。自サトラ。あ、そうですそうです。自作虎の巻っていう連載やってまして。なるほど。自作パソコンの。なるほど。その虎です。なるほど。いいですね。なかなかね、こういうの被ったおじさんと出会うのは初めてですもんね。そうですね。ちょっとやっぱあっちから見たときはちょっとあれとは思っちゃったんで。そうですよね。戸惑われてるなとは思ってましたよ。遠くから。ちょっとだけ。ひなさんってアスキーのことご存知ですか？正直ちょっとアスキーさん、なんとなくなんですけど、そのインターネットのイメージがちょっとちらっと聞いたことあります。はい。いや実はですね、インターネットもなんですが、スマートフォンにパソコン、もう全部ひっくるめて IT 系と呼ばれてるジャンル全部やってるのが我々アスキーなんですね。なるほど。そうなんです。ひなさん、例えばパソコンご興味ってあります？ゲーマーとしてもストリーマーとしても絶対の必需品なんで、もう気になりまくりですね。ということは当然最新モデルも興味あります？最新モデルですか？それはもちろん興味あります。よかった。今日はね、ひなさんにとっておきの超最新パソコンをご紹介したいと思ってるんで、お楽しみに。やったー。最新パソコン教えてください。よろしくお願いします。任せて。やったー。今回ご紹介したいパソコンはこちら、フロンティア PC の FRGA GH670/WSA になります。名前長すぎません？ちょっと。なんとね、こちら11月に発表したばかりの製品でして、もう出来たてほやほや。可愛いですね、白色。まずはですね、こちらのパソコンの冷却性能と拡張性に優れた PC ケースからグイグイっと押していきますよ。グイグイっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、こちら普通のパソコンとちょっと違うところがありまして、これね、実はマザーボードが普通のデスクトップパソコンとね、上下逆なんですよ。取り付け位置が。でさらに言ったらグラボもこんなに上にあることないでしょ。これね、上にグラボを配置することによって天面ですね、ここもスケスケになってるんですけど、ここからねギューッとこう吸い込むことによって直接グラボにこう外気を当てて冷却性能を上げてるんですって。なるほど、わかりやすい。このグラフィックボードってね、これでやっぱゲームの性能変わるんです。大きく、もっと大きい性能高いグラボつけたくなることもあるじゃないですか。ありますありますね。それでも大丈夫。ほら見て、ひなさん、まだこんぐらい余裕あるでしょ。本当だ。でもね、やっぱひなさんグラボ高い位置にあるでしょ。こう移動したりしてガタン落ちたら大変でしょ。怖いですね。でもこちらなら大丈夫。 VGA アームホルダーっていうのがねついてまして、これがっつり支えてるんで。なるほど、大丈夫。ありがとう。いいですね。もう命と同じぐらいね。大事ですから。
マザーボードはですね、一応 CPU っていうパーツがねついてるんですけど、これの周りですね、大きくこうスペースをねちゃんと確保してるんですね。これなんでかっていうと CPU クーラーですね。空冷の大型のものもねこんぐらいスペース空いてたら大丈夫と。なるほど、さすが先の先の先まで考えて、そうなんです、そうなんです。でさらに電源ですね。こちらもね大きい電源つけられるんですよ。大きいですねこれ。そうなの。これなんとね1200ワット今回のパソコンですと。なるほど。だからそれなら安心ですね。そう、もう、こちら、水冷クーラーですね。240ミリのこれラジエーターって言うんですけど、これをねつけることによって効率よく CPU を冷やすことができます。なるほど。ということですね。でプラスですよ。プラス。光学ドライブをつけるね余地があるんです。さすが。PC ケースには。これは嬉しいですね。ここからはひなさんにまずフロンティア PC、どんなメーカーかっていうのをね概要をちょっと説明したいなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。フロンティア PC は国内での組み立て検査体制を貫き、高品質なパーツを用いた製品を発売している老舗の PC メーカーブランドです。エントリーからハイエンドまで各種ラインナップを取り揃え、 PC ゲーマーが求めるスペックと価格帯を幅広くカバーしております。 BTO によるパーツのカスタマイズにも対応しており、欲しい PC が必ず見つかるので、これから PC ゲームを始めたいというゲーマーさんには必ずチェックしていただきたいメーカーでございます。チェックチェック。ここからはフロンティア PC さんのストロングポイントですね。気になります。こちら私まとめましたんで読み上げます。やった。まず1、ゲーミング PC のラインナップが充実。充実。2、製品が企画されてから市場に投入されるまでの時間が早い。早い。コストパフォーマンスがすごい。すごい。1993年に誕生した時からずっとメイドイン山口。山口。安全安心のアフターフォローで、購入後もコールセンターがサポートしてくれます。サポートしてくれちゃうんです。以上。はい、というわけでここからはねこちらのパソコンの性能についてちょっと詳しく深掘りしていきたいななんて思うんですけど、スペックこちら気になりませんか？めちゃくちゃ気になります。こちらセットアップしました。はい、来ちゃいました。瞬間移動。まずはパソコンで一番重要な CPU というパーツからね、見ていこうかなと思うんですけれども、はい、今回のパソコンで使われている CPU は、第13世代インテルコアプロセッサーシリーズの Core i7-13700KF と。なるほど。この子もまたなんか最強そうな名前を。そうですね。これね、マス目あるじゃないですか。0から23で24コア、24スレッド、24個頭があるみたいな。ああ、そうですそうです。なるほどなるほど。まさにこんだけの数揃えてるのって実はねそんなにないんですよ。メモリはこちら、ここのね容量見てほしいんですけどね、こちら32ギガと。はい。最近なんか16だとやっぱちょっと厳しいゲームとかも増えましたし。そうですよね。32あったらちょっと安心ですね。ですよね。そしてさらにこちらなんかはね、ひなさん動画編集もやられるということであれば気になるんじゃないですか。ストレージ気になります。こちらは1テラですね。1テラバイト、入れてます。 M.2 っていう形状のモジュールなんですけれども、NVMe に対応してすごく高速な1テラバイト SSD をね今回使ってますので、速いし容量もね1テラたっぷりあるんで、いろんなゲームインストールしたり動画を保存したりできると思います。最後に、やはりこちらですね、GPU、こちらがですね GeForce RTX 4080という最新のハイエンドを使っております。新しいですね。今日はこういうねものを使ってちょっとね、ひなさんに実際にゲームをプレイしてもらって、これがいかに快適かをねちょっとご体験いただこうかなと思っております。はい、ゲームとりあえず頑張ります。はい、今日は私がよくやる APEX をちょっと試しにやってみようかなと思います。触れますね、ついに。いやいやいや、楽しみですよ、これは。速さがちょっと起動の、はい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 、そうですよ。じゃあ、いけ。1、2、3、
あ、4、ひなカウントが。 5、6、7、8、9、あ、おお、 10秒以内ですよね。全然早かった早いですね。スーッと。僕全然ね、エイペックス詳しくないんですけど、はい、なんかひなさんお家でやられてるその画質設定とかあったりするんですか？こだわってるところはあります。ほうほうほまず上から視野角はなんかプロ仕様104がおすすめだよみたいな感じで、私ゲーム用しやすいんで、う。はいはいゲーはム上の色を小さくして、い。すごいここら辺全部一番高くなってますね。本当ですね。私ここ確か中ぐらいだったと思います。ああ、グラボが RTX4080 ですごく高性能だからゲーム側がもう一番高くしちゃったんですね。なるほどきっと自動で。いいんですか？じゃあ今日はちょいいでっと贅すよいいですよ沢してじゃあ保存しました。はい。ちなみに今回ディスプレイは MSI さんの 360Hz リフレッシュレートのすごい。ものをお借りしたので、 360ですか？はちょっとじゃあ最高設定でとりあえず練習モード行ってきます。い。はい。フレームレートをね GeForce Experience でオーバーレイさせたので、すごい。動いても全然びくともしないですよね。いやでも確かにこうやって見ててもね、やっぱ画面滑らかですよね。やっぱ最高設定にしたんで、なんかいつもより綺麗な気がします。あれ、こんなに太陽がみたいな。いやもうこれぞ RTX4080 の力なんで。ですね。さすがだ。よし。じゃあちょっと本番頑張ります。はい。でもちょっと相談なんですけど、はいはい。私普段その配信してる時に OBS っていう録画ソフトを使ってるんですけど、それを起動したり使った状態でも、その最高設定サクサクできるかみたいなちょっと試してみてもいいですか？なるほど。大丈夫かな。お願いします。お願いします。わかりました。じゃあお願いします設定。よし、頑張ります。じゃあ録画もできたんでいきます。はい。お願いします。楽しみ。よし。てかハイスピードバトルだな。めちゃくちゃやりやすいですね。おお、本当ですか。こう降りる時とか、はいはいはいみんなこう一斉に降りたりするとちょっと重かったりするんですけど、そういうのもなく。なんでしょうね。僕結構こういうゲームで何やってるかわかんないみたいなことよくあるんですけど、すごくなんか見やすいですよ。すっごい早いですよね。こうちゃんとスッスッスッみたいな。はいはいはい。やりやすいですね。敵にも合わせやすかったです。で何が面白いってこの画面も面白いんですけど、ひなさんの手元もやっぱすごい面白いんちょっですよね。と右を見ると。そうですよね。不思議。改めて見ると、何この持ち方不思議。上かな。上の上ですね。これは設定。うわー、ちょっとスーパーティーいるみたいで。頑張れ。うわ、大混戦ですね。これは巴戦ですよ。はいはいはい。おお。投げた。早っ。展開早っ。早いですね。よっしゃ。あー、よし。地下で倒したのに。でも。目標の2キルもできちゃいました。できましたね。できました。画面の見え方とかいかがでした？やっぱりちょっと綺麗なんで映像も、ちょっとなんかよりゲームに入り込んじゃうところもありましたね。みたいな、もう結構ちょっと途中ガチ顔になってやってたかもしれないんですけど、もうめっちゃ倒すぞみたいな。録画しながら全然余裕快適で動きましたんで、ぜひぜひ、このゲーミング PC をですね皆様にも使っていただきたいなと思います。体験してほしいですね。これはね、分かんないですね、体験しないとね。そう、分かんないですよ。というわけで、本日はフロンティア PC の超最新モデル、FRGA GH670/WSA を皆さんにね、素晴らしさを体感していただきましたが、いかがだったでしょうか。白色でそのやっぱり可愛かったりおしゃれな部屋の人にも合いますし、もう白色はまずもう大正解。私はもう大好きでした。大正解いただきました。
でしたし、やっぱりもう中身も教えてもらった通り最新版でもう本当にほとんど最新版で揃えられているので、もう最強な環境で遊ばせてもらって、もう大満足です。ありがとうございました。アスキーにはですね、はい、この僕みたいなパソコン大好きおじさん、まだまだたくさんいるので、またぜひ遊びにいらしてください。はい、また分かんないことがあったらお邪魔します。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はアスキーラボでフロンティアさんの最高最強 PC を見せてもらったけど、みんなどうだったかな？もしも今回紹介した最強最高 PC が気になる人はフロンティアをチェックチェック。フロンティア PC 最高。みんなまたね。バイバイ。ひなひなひー、みんなのハートを狙うちひなです。バンバンバン。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。完璧じゃん。